皆さん、今回の解説へようこそ。早速ですが、毎朝のルーティーン、ちょっと想像してみてください。お気に入りのローションとかクリーム、肌に塗りますよね。その何気なく塗っている一滴、実は動物実験を一切せずに、これ絶対に安全だってどうやって証明されているか考えたことありますか？今日はですね、その裏側にあるちょっと驚くような科学の世界に皆さんをご案内しちゃいます。そこで今日の最大の疑問です。動物実験なしでどうやって化粧品の安全性を証明するんでしょうか。最近は動物実験を避ける動きが世界中で当たり前になってきてますよね。でもそのおかげで安全性を確かめる科学の方はものすごく厳格で、しかもめちゃくちゃ高度に進化しているんです。その謎を解く鍵がこの拡散セルという特殊な実験装置なんです。これなんだか国境みたいにイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。真ん中にセットされた皮膚のサンプルがまさに国境で、上のドナーチャンバーが外界、そして下のレセプターチャンバーが人間の体内を表しているんです。さて、今回の流れをサクッとご紹介しますね。1、化粧品の安全性評価の基本から始まり。2、OECD428 拡散セル。3、ステップバイステップの実験フロー。4、データ分析と回収率。そして最後に5、成分の安全性の確保。という順番で進めていきますよ。では早速、セクション1、化粧品の安全性評価の基本から見ていきましょう。伝統的なリスク評価って危害の特定から始まるこの4つの柱から成り立っているんです。で、ここで皆さんに絶対注目してほしいのが3つ目の暴露評価なんです。そもそも製品がどれだけ肌に触れて、そのうちのどれだけが実際に体内に入り込むのか、この超リアルなデータがないと本当の安全性なんて語れないんですよね。というわけでセクション2 OECD428 拡散セルです。これがその重要なデータを出すための国際的なルールなんですよ。このスライドでめちゃくちゃ面白いのは、実験室で生きた人間の肌をいかに完璧に再現しているかってところです。肌の表面温度を再現するためにウォーターバスで装置全体をきっちり32度、しかも誤差はわずかプラスマイナス1度以内に保ちます。さらに皮膚の下の体液の流れなんかを真似るために下の液体もずっとしっかり混ぜ続けてるんです。本当に緻密ですよね。さて、セクション3、ステップバイステップの実験フローに入りましょう。次世のテスト物質がどんな風に旅をするのか追っていきますよ。まずは塗布ですね。私たちが普段使うのと同じような状態の製品を皮膚サンプルの表面にポンと塗ります。ちなみにテストによっては成分が蒸発しないように蓋をすることもあるんですよ。それから暴露。決められた時間そのまま肌の上に乗せておきます。そして最後は洗浄です。これ実際のお風呂や洗浄をシミュレートして専用の洗浄剤で肌の表面をきれいに洗い流すんです。そして実験はクライマックスへ向かいます。下のレセプター液を定期的にサンプリングして、一体どれくらいの成分が国境を越えてきたかをチェックします。さらに皮膚そのものを表皮と真皮っていう層に細かく分けて、それぞれの層にどれくらい成分がとどまっているかを見るんです。最新の分析技術を使ってもうミクロのレベルで成分の行方を一つ残らず追いかけるんですよ。続いてセクション4、データ分析と回収率です。実験室からデータシートに移って結果を解読していきましょう。ここで絶対に外せないポイントは、肌という国境で弾き返されたものと実際に国境を越えちゃったものをはっきり分けることです。表面から洗い流された未吸収量と下の液体まで到達した吸収量、この2つをきっちり区別することがこの後の安全計算の絶対的な土台になるんです。そして科学者たちには絶対に守らなきゃいけないマスバランスという厳しいルールがあります。目標回収率はなんと 100%、 許容誤差もわずかプラスマイナス 10% です。洗い流された量、肌に残った量、そして吸収された量、この3つのピースを足し合わせて最初に塗った量が全部どこに行ったのかきっちり説明できなきゃテストとして認められないんです。いよいよ最後、セクション5、成分の安全性の確保です。ここからはこれらのデータがどうやって皆さんの安全を保証するのかを見ていきますよ。ここで全身暴露量、英語で SED と呼ばれるものが出てきます。これすごく実践的な数字なんです。さっきの拡散セルで分かった吸収量に皆さんが毎日何回どれくらいの量の製品を使うかっていうリアルなデータを掛け合わせて、
毎日どれくらい治療に入るかを計算したものなんですね。で、毒性学者や安全性を評価するプロたちが最終的に何を見るかというと、この実際の推定暴露量である SED と、テストで全く害が出なかった最大の量、無毒性量 NOAEL との比較なんです。要するに、入ってくる量と限界ギリギリの安全ラインを戦わせるわけですね。それを見事に表しているのが、この安全域 MOS の計算式です。NOAEL を SED で割る。つまり、安全な限界値の中に実際の暴露量がいくつ分波流か、その製品が限界に対してどれくらい余裕を持っているかを割り出すんです。さて、ここで大発表です。この計算をして化粧品が皆さんにとって完全に安全と言い切れるためには、この安全域がなんと100を超えてなきゃいけないんです。つまり実際に体に入る量の100倍をドーンと使っても全然大丈夫っていう巨大な安全のバッファーが確保されているってことなんですよ。いやー、すごい安心感ですよね。今回の解説はここまでです。私たちが毎日何気なく使っているスキンクリームの裏には、こんなミクロの拡散セルによる緻密な安全チェックは隠されていたんですね。次に鏡の前でクリームを塗るときは、ぜひ皆さんの安全を守ってくれているこの小さな科学のパズルを思い出してみてくださいね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも一緒に好奇心を広げていきましょう。